ただ一つ夢を叶えよう。半兵衛様。どうした半兵衛。いや、まず落とすべき国はどこか、歩むべき道はどの方角か考えていただけさ。そうか、信じるぞ。お前が下すその決断を。ああ、任せてくれ秀吉。将軍足利義輝は乱心した。このままでは国が滅ぶ。今こそ豊臣が天下統一を果たし、日の本を救い守る時。その通りだ。残された時間は長くはない。僕たちが道を示さねば。時間がないのは僕も同じか。半兵衛様、秀吉様がお呼びです。ああ、分かった。ところで三成君、初戦での君の働きぶり、本当に見事だった。次も頼んだよ。はっ、身に余るお言葉、光栄の至り。君は判断に迷いがなく、行動も迅速だ。その長所をより生かすため、情報収集を徹底するといい。はっ、尊き教え、この胸に刻み込みます。僕はもう長くは持たない。少しでも多くのものを豊臣に残さなければ。それが僕の生きた証ともなる。失礼する賢人よ。大谷君か。僕の策に何か不備があったかい？不備と申さば不備よな。主の余命が幾ばくのものか聞かせ願いたい。なるほど、君には隠しようせないか。確かに僕は病に侵されている。でもまだ大丈夫さ。さようか。さようだ。心配をかけてすまなかったね。主の仰せ信じるとしよう。今日のところは賢人重々ご無理なされるな。心配はないと言っているのに、さすがに疑り深いな。すまない秀吉、兵への指示を思い出した。先に行ってくれ。わかった、先に行く。早く追いつけよ。いよいよか。だがまだダメだ。まだ死ねない。まだ僕は道を示せてはいない。急がなければ。残された時間はあとわずかだ。僕にできることは何だ。僕のすべきことは。考えるんだ。豊臣のために、秀吉のために。この限られた時間で僕は何を残せる。考えろ。秀吉、君に提案しておきたいことがある。聞こう半兵衛よ。豊臣君主、つまり君の座を継ぐ者の資格についてだ。後継者とは随分気の早い話だな。だが我は愛を受け入れぬ。世継ぎは望めんぞ。だからこそさ、後継者争いなど無用な混乱を招かぬためにも、今から準備しておく必要があるんだ。
またの機会にしよう半兵衛。まずは天下統一を果たさねば何の意味もなさぬ話よ。待て秀吉、言ってしまったか。またの機会、僕にはそれが巡ってこないかもしれない。秀吉、今日こそ聞き入れてもらうよ。分かった。お前がそこまで言うのであれば聞こう。ありがとう。これで僕も役目を果たせる。いいかい？君の後継者となる者は常に2本の腕を左右に携えていること。それが唯一無二の資格だ。左右に腕。そうだ。左には力となる腕、そして右には友となる腕。後継者はその2本の腕の目線を持って己を、豊臣の意志を正しく保ち続ける。いいかい？左に力、右に友。これを持つ者が豊臣の知性を時代へとつないでゆく。血を継ぐのではなく意志の力をつないで、君の魂はいつまでも時代に息吹き続けるんだ。我が友よ、単刀直入に聞く。病を患ってはおらぬか。包み隠さず語ってくれ。やれやれ、君にまで気づかれてしまったか。僕としたことが少々拙速に過ぎたかな。そうだ、僕は病に侵されている。隠していてすまなかった。だが豊臣にとって大事な時期だ。道が示されるまでは隠すべきと判断した。いや、結局告げることで認めてしまうことが怖かった。死を、何もなさずに消えていくことを。半兵衛。しかし僕は道を示せた。もう恐れはしない。行こう秀吉。天下統一を果たし、僕たちの夢を始めよう。そうか、無事終わったんだね。終わってなどおらぬ。我らの道はまだこれからよ。秀吉、以前君に語ったことを覚えているかい？左には力を、右には友を。ひょっとすると僕は君のただ一人の友でいたかっただけなのかもしれない。半兵衛。秀吉、君の左は三成君だ。強く導いてやってくれ。そして右側にはいつまでも。もうすぐ小牧長久手か。盤石な豊臣の治世を実現するためにはやはり家康君の力は不可欠。今の豊臣でそう考えているのは僕だけだろう。そして彼を連れ戻すことができるのも僕だけだ。よし、三成君はついてきていないね。来ないよう言い聞かせるのには
少々骨が折れた。あの家康君への執着は彼の心の脆さとなるかもしれない。それも何とかしておく必要があるか。まったく手間のかかる。これじゃあまるで子守だ。頼む。ここまで来て僕を裏切らないでくれ。あと少し、あと少しでいいんだ。僕に時間をくれ。待たせたかい？君を連れ戻しに来たよ、家康君。君は豊臣の未来に必要な人材だ。わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあ、わしと結ぼうたゆまぬ絆を。お引き取り願おう半兵衛殿。わしは豊臣に戻るつもりはない。だろうね。だから僕自らがこうして説得に来たんだ。半兵衛殿、一体何を企んでいる？何かの時間稼ぎか？時間稼ぎね。僕にそんな余裕はないさ。とにかくあなたの言葉は信用でき。忠勝、まだ無茶はするな。やれやれ、時間がないというのに。これも日頃の行いが良いせいか。本田忠勝、本来なら策を講じてかわすべきだが、それでは家康君を説得できないからね。僕は僕の誠心誠意を君にぶつける。もしそれが伝わったなら君も協力してほしい。耳を傾けるな忠勝。罠に違いない。家康君、君が思い悩んでいたことは知っている。そして今も君は力を否定しきれていない。君は自分を弱いと思っていたようだが、それは大きな間違いだ。人心掌握、指揮能力。君は三成君をもしのいでいた。若手としては驚くべき資質だった。三成君も君のことを今も意識し続けている。絆を掲げるならば、せめて今一度語り合うべきだ。なぜだ？なぜあなたがそうまでしてわしを？あんたら血も涙もねえ。一人のために兵士総出で、これが絆か。こやつらを放っておけば大変なことになりますぞ。家康様を乗せて飛ぶのが忠勝様の生きがいなんだ。この翼だけは何があっても譲れねえ。家康様、忠勝殿、お二方に顔向けできぬ。天翔忠勝様、もう一度見たかった。早く逃げろ。ここはもう敵の陣だ。万夫不当だと？そのようなものまやかしだ。俺たちは大将を信じて踏ん張るしかねえんだよ。この衣も持っていこうかな。ちょっとビリビリしびれるけど、かえって体にはいいかも。衣泥棒！歯車が欠けてしまってはもう。見ているだけじゃダメだ。俺ももっと役に立ちてえ。
今までわしが相対した誰よりもそんなよりによってあの武器をダメだ、まだ動いては。どうしてお前はそこまで優しくいられるんだ。戦は取って取られてだ。心のありようと同じさ。どうしたんだい？そよ風のように軽いよ。家康君の裏切りを許してもいい。君が豊臣に下るならね。忠勝君、君は主の行く末が心配なのだろう。徳川が僕の話に乗れば、少なくとも豊臣に狙われる立場からは解放される。たとえ僕の言葉が信じられなくても、君が豊臣の中にさえいれば主を守ることはたやすい。僕に任せてくれ。悪いようにはしない、絶対に。そんなにも僕を困らせたいのかい？困ったものだ。立ち上がれ！主の心を裏切ってはならぬ！まばたきのマスラをし、半兵衛殿、あなたらしくない。強引すぎる。まるで生き急ぐかのような。まさか。そうだ、僕にはもう時間がない。僕はいつまで秀吉のそばにいられるかわからない。半兵衛殿、あなたは命を賭してここまで来たというのか。そう、この役立たずの体に鞭打ってね。おかげで随分と余命が縮まったことだろう。本気なのだな。本気でわしに豊臣へ戻れと。やっと分かってくれたかい？だが三成は、あいつがわしを許すはずは。三成君についても君は誤解しているようだ。彼の表面上の堅くなさにとらわれすぎている。考える時間は必要だろう。だが必ず戻ってきてくれ。願わくば僕がいるうちに。あとは家康君の決断次第だ。半兵衛様、先ほどの病のお話は誠でございますか？急ぎ古紙を用意いたしますれば。馬上では御身に負担が。どうかご自愛を。君たちのような配下を持てて僕は幸せだよ。ありがたいけど古紙はいらない。そう、その代わりと言ってはなんだけど、一つ頼まれてくれないかな。はは、何なりと。僕の最後のわがままに付き合ってほしい。三成君を、沢山城を攻めるんだ。待たせたかい？半兵衛様、家康のもとへ向かわれたのでは？さて、覚悟してもらおうか、三成君。僕はもう秀吉には従えない。バカな。半兵衛様が離反？ありえない。これは悪夢だ。目覚めぬ誤推だ。
急げ、門を閉じろ。こいつであの門をこじ開けてやりましょうぞ。状況開始。水の制御は我ら工場部隊にお任せあれ。金人よ、思い至った策がこれとはな。おおよそ狙いは察するが、うがった覚悟をしたものよ。大谷君、君なら察してくれていると信じるよ。左上追発進。命に変えても通してみせます。行部さん、とりあえず俺が突っ込むよ。三成様は今はダメみたいだ。あいや待て、主がかかずらえばまた絡まろう。報告するかい？掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。島左近入ります。さようなら。哀れみをもって君を葬ろう。報告するかい？引くんだ左近君。君を相手にしている時間はない。あんたには何か思惑があるみてえだけど、こっちは知ったこっちゃねえっつうの。俺は何があっても三成様を守るって決めてんだ。相手が誰だろうと関係ねえんだよ。三成君への思いか。それは三成君が秀吉に対して抱くものとどちらが強いのかな。実際そんなのどうでもいいっしょ。俺は俺、三成様は三成様、あんたはあんただ。健全なことだ。結構君はそのまま育つといい。いつか三成君の後を継げるようにね。わかんねえ。あんた本当に裏切ったのか。その目イカ様には見えねえんだけど。さあどうだろうね。切り開け。何としてもなさねばならんのだ。左上追配備完了。生き残れた。先読みが甘いよ大谷君。君の傭兵はその程度か。主ほどに働けとは極めて酷とも思えるが、遅く巧みな策謀のみでは軍師としては不足だね。時には拙速が勝るんだ。耳に痛みしことの葉よ、甘んじて承ろう。右上追設問進め。俺なんとなく分かってきちゃったよ。半兵衛様、ちょっとかっこよすぎじゃね。君の言葉は独特すぎて僕には分からないな。工場部隊見事成し遂げました。おお、来たか。主も見やれ、天外に咲くすみれ色の星を。我はな、あれが欲しくてたまらぬらしい。三成君には告げないでいてくれたようだね。それについては感謝するよ大谷君。やれ荒領事にも程がある。主の残りを考えればわからぬでもないが、
本人にも言うつもりだが、三成君の欠点はやはり精神力の脆さかしこんで拝聴しよう。だ。どんな窮地でもとっさに正しき判断を下せる。願わくばそんな強い心を持ってほしいものだ。それを三成に求めるわ。角を貯める気もするが、まあよかろう。主のやり口遮りはせぬ。大谷君、三成君の右側は君だ。あとを頼むよ。はい、わかった。我に任せ。豊臣の者にとって左側は力だ。その重みよくよく心得てくれ。任せてよ。なんとかなるっしょ。こしゃくな。先ほどよりもさらに固めたか。お任せください。工場部隊再始動。三成君、君はいつまでほうけているつもりだ。そのざまで本当に秀吉を守れるのか。半兵衛様、半兵衛、竹中半兵衛、右上大津侵略。たとえ無慈悲とそしられようとも。君たちと違って僕には捨てる命がないんだ。ゆっくりと眠りたまえ、永久に。左上大津待機。ここを破ればいよいよですぞ。そろそろお前も城を持つべき頃はよと、そうおっしゃってくださったのに、私は期待を裏切るのか。工場部隊責務達成。あとはお願いします。我らが大将。すでに許可はいただいている。永劫に仕え続ける許可を。シ色の雲よ、火を覚醒。この心に刺す明るみを一つ残らず消滅しろ。己半兵衛、家康に続き、いや家康よりも秀吉様の御心を汚した大罪人が。減点1。この程度の裏も読めないようでは先が思いやられるよ。
感情の高ぶりでたやすく瞳を曇らせる。その悪癖は早く直してくれ。なんだと。危なっかしくてとても秀吉の左腕の座を任せてはいられない。君が判断を誤れば誤るだけ兵らが朽ち果てる。結果秀吉の身にも危機は及ぶ。そうだろう。それは私のせいで秀吉様が。目を覚ませ。甘えるな。君はすでに豊臣の中核、その一人なんだ。半兵衛様、半兵衛様、私は何という秀吉様のご親友をこの手で。いいんだ。どの道残り少ないこの時間、秀吉の左腕たる君に新たな教えを施し導けたなら。秀吉のことは任せたよ。君ならばきっと秀吉を支えられる。それに君を支える左右の系譜もいる。きっと何もかもうまくいく。それは一体どういう。半兵衛様、半兵衛様。行くぞ三成、我が左腕よ。はっ。半兵衛様、豊臣は必ずやこの私が